るんだもん。早く起きて。まだ眠いのだ。こんにちは、そんなもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今日は東京在住の鳥迫が甲府まで行ってきたのだ。2連勝したから最後まで見てね。今日は中央線に乗って途中で乗り継いで甲府に行かないといけないのだ。途中の高尾駅で乗り継いで甲府駅に向かうわよ。ってことは特急には乗らないのだ。特急あずさは甘え、今日も投稿者です。今回は全て普通列車の移動で片道2時間半、運賃は2100円となります。吉祥寺からスタートと書くさ。それで2時間半を何してたの？今回も読書と会社支給のスマホで仕事の段取りをします。会社支給のスマホとか典型的な社畜なのだ。交通費の削減もあるだろうけど、こうやって社畜アピールは卑屈よ。わざと鈍行で移動することで自分の時間を作っているんですよ。自室にいても集中できない性格上、違う環境にいることで集中できる環境を作っているんですよ。ファミレスとか図書館で勉強する学生さんもいるからわからなくもないのだ。ジョイフルで受験勉強していた大分県民は今すぐいいねボタンを。甲府駅まであと1時間くらいなのだ。ゴールデンウィークもあるから鈍行とはいえお客さんも乗っているわね。到着まで時間もあるからトリニータの話でもするのだ。大分は前節の熊本アウェーで梅崎選手の PK を決めて勝利したわ。 PK になるきっかけとして熊本のハンドがあるけど、相手のミスを誘うクロスが当てられたのだ。大分は流れからの崩しにこだわっていたから、終盤から相手に合わせないサッカーをしていたのも功を奏したわね。一方で先制点にも触れるけど、連動した動きにも注目ね。ボールを止めて蹴るといった個人技術の高さもさすがなのだ。熊本の左サイドに広大なスペースがあったから、宇本選手の視野と野村選手のスペースへ走り込む流れも見どころね。守備において簡単に前を向かさせた印象があるのだ。ゾーンディフェンスで守っていたけど、プレスしてポジションから離れた選手がいるわね。熊本にパスで裏抜けされかけたのだ。大分の失点においても熊本に前を向かさせているのだ。熊本のゴールした選手の個人技に目が行くけど、ディフェンス同士のマークの確認や声かけがあれば、この場面は抑えられたかもしれない失点だと思うわ。成績に目を向ければ今の大分は連敗もなければ連勝もないから、甲府戦に勝って連勝を目撃したいのだ。そういった意味で甲府の地は大分にとって疑問だから、まずはプレーオフ圏を狙える位置につきたいわね。去年の甲府のアウェーでは逆転されたからいい思い出がないのだ。やっと甲府駅に着いたのだ。11時に着いたけど、このままスタジアムに行く？試合開始が14時なので駅周辺をぶらつきます。去年はほうとうで有名な小作で大皿を食べていたのだ。今回は甲府駅南口から歩いて5分にある寺崎コーヒーにお邪魔します。コーヒーを飲みに行くとか意外なのだ。おしゃれ路線とか急にどうした？店舗は1階と2階があって2階席にしました。雰囲気もおしゃれなのだ。それで何を頼んだのかしら？今回はアイスのアメリカンコーヒーとバナナマフィンとアイスサンドを注文しました。コーヒーは朝入りで後味さっぱりとなっております。ちなみに寺崎コーヒーではシングルとダブルとコーヒーの濃さが選べます。シングルが標準でダブルがさらに濃く提供されています。バナナマフィンの中には一口大のバナナが入っているのだ。ちなみにマフィンは常温と温めの提供があり、温めてもらってからいただきました。マフィンは温めて食べると美味しいのよね。ちなみに寺崎コーヒーはマフィンが売りでして、バナナマフィン以外にイチゴやレモンのマフィンもあります。最後にアイスサンドになります。試合の日は暑かったから冷たいのも欲しくなるわよね。私は食のモーリーニョと言われるくらいの戦術家なので、先にマフィンを食べきってから溶け始めたアイスサンドをいただいています。ジェラートのバニラアイスでして、シャリシャリ食感とバニラとミルクの濃さがコーヒーをも際立たせます。腹ごしらえも済んだし、シャトルバスでスタジアムに行くのだ。駅からスタジアムまでは15分くらいかかるわね。見延線の海住吉駅から歩いてスタジアムに行く計画をした投稿者です。距離も3キロあるし30分以上かかるわよ。甲府のスタジアムといえば ACL に出場した際にスタジアム基準と合わずに国立で開催されたのは記憶に新しいです。中の人は国立でメルボルン戦とウルサン戦を見ているのだ。話題作りとして甲府のスタジアムについて調べたら、山梨県公式ホームページのリンクが見つかりませんでした。正式には山梨県総合球技場構想とやったぜ。2006年のサッカー専用スタジアム構想から始まって
行に向け準備が進められているのよ。2006年の甲府は J1 昇格初年で J1 残留を果たした年でもあるのだ。でもなんでスタジアム問題が話題になるのだ。なんといっても甲府の天皇杯優勝が挙げられるわね。 J2 の甲府が天皇杯を優勝した試合はテレビで見ていたのだ。天皇杯の優勝時からスタジアム建設の機運が高まり、 ACL においては小瀬陸上競技場での試合が規定によりできず、国立で行われた試合ではライト層やタサポが来客したおかげで黒字化を達成したわ。お役所さんも黒字収益が好きそうだし、甲府は根強いファンやスポンサーがいるから作ってもいいと思うのだ。お役所さんという言葉が出てきたけど、クラブと行政の根回しや段取りが今後も課題となるわね。甲府の天皇杯優勝以降、山梨県内にも甲府のスタジアム問題が耳に入るようになってきたから、今後の動向に注目したいのだ。 J サポ目線で将来の話をすれば、小瀬スポーツ公園の南西に3キロ離れた場所にリニア新幹線の山梨県駅が開設予定とのことよ。仮に駅ができて新スタジアムも既存の場所であれば車で10分前後で着けるのだ。家庭の話だからストーリーを広げようとすれば広げられるけど、持続可能な新スタジアムであり最適解だと思うわ。話しながら移動していたらスタジアムに着いたのだ。それでは今日対戦するヴァンフォーレ甲府について語っていきましょう。甲府は前節愛媛のアウェーで逆転負けをしているのだ。甲府の攻撃は斜めの動きが特徴的ね。甲府の先制点もボールをダイレクトで回しつつ、ドリブルで左斜めに運び、得点した選手は一直線に走り込んでゴールしているわ。そもそも甲府のメンツは J1 メンツも対応できるメンツなのだ。中の人は国立で甲府の試合を2試合見てるから、甲府の選手一人一人をねっとり解説できるわよ。それはもうお腹いっぱいなのだ。一方で甲府の守備を打開するには強引さも必要になってくるわ。でも大分は流れにこだわっているから強引に攻め込むパターンを見つけないのだ。愛媛の逆転ゴールはアタッカーしつつもスペースに走り込んで労力を惜しまないサッカーをしているわ。それに対して甲府は足が止まったりボールを見ているだけなのだ。また甲府のシステムは4バックだから、中央に裏抜けのパスを出されると対応に苦慮しているわね。大分は渡辺選手をパスの起点として宇都本選手を裏抜けの選手に使ってみたいのだ。もうすぐ試合が始まるのだ。それじゃ今回の注目選手は？今回は宇都本選手に注目するのだ。ってことは宇都本選手は裏抜けとしての役割を期待しているのね。宇都本選手を右サイドに置くと思うから、サイドからのチャンスメイクを期待しているのだ。甲府とはサイドの選手とマッチアップする機会が多いから、スペースのカバーや走力が鍵になってくるわね。あとは大分のパスの精度と判断で宇都本選手の効果が発揮されるのだ。確かに彼は個人で打開するというよりも周りが生かすようなボールを出してほしいわね。それじゃ試合終了まで守るのだ。もうダメだ、おしまいだ。諦めんなよ、諦めんなお前。どうしてそこでやめるんだ。そこでもう少し頑張ってみろよ。ダメ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 、諦めたら周りのこと思えよ。応援してる人たちのこと思ってみろって。あともうちょっとのところなんだから。俺だってこのマイナス10度のところしじみが取れるって頑張ってんだよ。絶対やってみろ。必ず目標達成できる。だからこそネバーギブアップ。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。
現地の選手だけではなく片野坂監督やコーチ陣と一緒に掴んだ勝利ね。甲府のスーパーゴールもあって大分は動揺するんじゃないかって心配したのだ。同点に追いつかれても慌てずにボール回収してチャンスを作っていたわね。そういった意味では去年と違いを見せられたアウェーゲームでもあるわ。長澤選手はボールだけではなく中盤の底まで下がってボールをさばいたりいろんな場所に顔を出していたのだ。それから試合前に注目していた宇本選手の飛び出しやプレスも良かったわね。直近の試合ではチャンスメイクやスペースの走り出しがうまいから頼りになるのだ。試合前では宇本選手を右に使うと予想したけど左サイドにいたわね。僕らみたいな素人分析よりもプロの分析が一番ってことがよくわかるのだ。次はホームで長崎と九州ダービーだから3連勝で波に乗りたいわね。それじゃ帰るのだ。お疲れ様ですナイスミレーションこのままホーム帰ってホーム帰って九州ダービー勝って3連勝でお疲れ様でした。ここで私ができることは終わりました。東京に戻ります。買ったんだから帰りぐらい特急に乗りたいのだ。首都圏はもう特急の移動はなさそうね。ってことは水戸のアウェーも鈍行なのだ。快速があるとはいえそういうことになるわね。水戸ホーリーホックは順位低迷で監督が交代していてまだリーグの折り返しじゃないから既存ベースの戦い方なのか戦法を変えるのか気になるわね。水戸のアウェーも疑問であるから準備をしてきてほしいのだ。それではこの動画もそろそろ終わりね。内容が濃すぎたから尺が伸びてしまったのだ。それでも最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうなのだ。水戸アウェーの観戦記もお楽しみに。